年金がいくらもらえるかって気になりますよね。でも今回私が気になったのはそこではありません。自分はこれまでいくらの年金保険料を払ってきたのか、そして65歳から受け取る年金で何年ぐらいで回収できるのか、これ意外と計算したことがない人も多いのではないでしょうか。国民年金だけで見ると、今の保険料を40年払って今の満額の老齢基礎年金なら単純計算でおおよそ10年で回収できる計算になります。では元会社員だった私の場合はどうなのか。実際に負担してきたのは国民年金だけではありません。大部分は会社員時代に天引きされた厚生年金保険料です。しかも国民年金は昔の保険料そのものが今より安かった。それなのに10年かかるって本当なのか。そして厚生年金も若い頃と50代では給料が違ったので天引き額も変わっています。では私が実際に払ってきた年金保険料が65歳から受け取る年金で何年ぐらいで回収できるのかを年金定期便の数字をもとに計算してみます。まず今回の前提です。ここで言う払った保険料とは、私自身が負担してきた公的年金の保険料総額です。会社員時代に給与から天引きされた厚生年金保険料、そして国民年金として自分で納めた分、これらを合わせた本人負担分として考えます。厚生年金には会社負担分もありますが、ここでは含めません。制度の話をしたいのではなく、自分が実際に身銭を切って支払った分が何年で手元に戻るのか、そこを見たいからです。国民年金も厚生年金も実際に払った額は、その人の加入歴や収入によって変わります。それに30年前、40年前とは給料も物価も違います。ですので今回は厳密な経済分析のようなものではなく、年金定期便に記載された実額をもとに見ていきます。私の場合で計算します。これまで負担してきた年金保険料は、年金定期便によるとおおよそ2300万円です。65歳から受け取る予定の公的年金は年額で約257万円です。加給年金を除いた基礎年金と厚生年金の合計です。これまで負担してきた年金保険料割る65歳から受け取る年金の年額、2300万円割る257万円で約 8.9 年です。今回の計算は繰り上げや繰り下げと比べる損益分岐点の話で出てくる手取りならという考え方はしていません。税金や社会保険料は年金を受け取った後に必ず支払う生活上の負担ですので、生活費と同列と見ています。そのため額面同士で揃えて比べます。
私の場合は65歳から約 8.9 年、年齢でいうと74歳頃に払ってきた年金保険料を上回る計算になりました。実際には加給年金が7年続くので、それを加えると約 7.7 年、73歳頃までに回収できる計算になります。この結果を見て私は少し印象が変わりました。10年じゃなかったんです。65歳からの年金額で約 8.9 年で回収。加給年金を含めればさらに短くなる。もちろんこの計算には当時の貨幣価値、物価の変化などは含んでいません。あくまで自分が払ってきた保険料とこれから受け取る年金額を比べた目安です。回収期間を考える上でもう一つ大事な視点があります。受け取る年金額は固定ではないということです。年金額は毎年度見直されます。直近では物価や賃金の影響もあり、令和8年度の年金額も引き上げられています。もちろん年金が増えても物価も上がっています。ただ、受け取る年金額が増えれば、同じ保険料累計を回収するまでの期間は計算上は短くなります。さっきは令和7年度水準の見込み額で計算して回収期間は約 8.9 年になりました。これを令和8年度の年金引き上げ後の金額で見ると約 8.8 年に短縮されます。加給年金を含めると約 7.7 年から約 7.5 年になります。つまり回収期間は一度決まったら終わりというものではないということです。将来は見えない部分もありますが、自分の数字で確認すると漠然とした気持ちが少し整理されます。そこに回収期間を計算する意味があると思います。ここで少しだけ繰り上げ受給にも触れておきます。私はこれまでの動画でも繰り上げ受給はしない方針だと話してきました。ただ、繰り上げ受給を否定しているわけではありません。病気、家庭、経済的な事情などで早く受け取る必要がある方もいらっしゃいます。その判断はその方にとって大事なものだと思います。今回のように受け取り始めてから何年で回収できるかという見方をすると、繰り上げ受給では毎月の年金額が下がるため回収期間は長くなります。もちろん同じ年齢でどうなるのか、受給総額がどうなるのかはまた別の計算です。ネットなどの話では損益分岐点を理由にした繰り上げを見かけます。例えば早くもらって投資に回す、年金制度が不安だから先にもらっておく、そういう考え方もあるとは思います。ただ私はそこを理由に受け取り方を決めることには少し慎重でいたいと思っています。
何歳までなら早くもらった方が得。何歳以上生きるなら65歳からの方が得。計算としてはわかります。でも自分の寿命はわかりません。それなのに何歳まで生きるかを前提にして受け取り方を決めてしまうのは私には少し怖く感じます。私は年金を長く生きた時でも毎月入ってくる生活資金と見ています。長生きした時に支えてくれる保険です。今回の回収年数はあくまで目安として確認する。でも受け取り方は総額では決めない。生きている間に毎月いくら使えるお金があるか、そこを大事にしたいと思っています。チャンネル登録よろしくお願いします。今回は払ってきた年金保険料が65歳から受け取る年金で何年で回収できるのか、私の場合で計算してみました。皆さんはご自身の場合で計算されたことはありますか？その数字を見て安心したのか意外だったのか、この動画の感想なども差し支えない範囲でコメントで教えていただけると嬉しいです。このチャンネルでは定年退職・リタイア後のリアルなお金の話や暮らし・趣味のことなどリタイア生活の様子を発信しています。チャンネル登録やいいね、ハイプをいただけると励みになります。また次の動画でお会いしましょう。